ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。今回は海外鉄道の乗車記録をゆっくり実況でお届けする、ゆっくり海外鉄、旅シリーズだ。我々が今いるのはカンボジアの首都プノンペン。今回はカンボジアの鉄道に乗車するぜ。カンボジアの鉄道。どんな車両が走っているか想像もつかないね。プノンペンのターミナル、プノンペンロイヤル駅は街の中心部に位置している。駅前にはガラス張りの高層ビルもあり、プノンペンの中でも都心と言って良い立地だろう。駅舎はフランス植民地時代の1932年に建てられたアールデコ建築だ。内部の待合室はこんな感じ。なんとも優雅な雰囲気の建物である。夜にはクメール文字の看板が明るく輝くぜ。異国情緒があっていいね。早速列車に乗りに行こう。早朝は正面玄関が閉まっており、駅舎の脇が乗客用の入り口となっている。乗客向けの看板が設置されているので案内通りに駅舎の裏側に回り込んでいく。駅構内は緑豊かで庭園のようだぜ。ゆとりのある空間だね。ホームはターミナル駅にしては寂しい一面に線。手前にはチケット売り場がある。カンボジアにはプノンペンから南北に伸びる鉄道路線があり、大手財閥ロイヤルグループ系のカンボジアロイヤル鉄道が運行している。カンボジアの旅客列車は非常に本数が少ない。北方面1往復、南方面1往復の合計2往復しかないぜ。各方面には1日1本しか列車がないということ？そうだぜ。北線、南線ともに、プノンペンを早朝に出発し昼過ぎに終点で折り返し夜にプノンペンに戻る運行パターンである。現在の時刻は6時半、6時40分発の北線バッタンバン行き列車と7時発の南線シハヌークビル行き列車が出発を待っており、駅は乗客で賑わっている。カンボジアの旅客列車は大きく分けて4タイプがあり、どの形式が当たるかは当日になるまでわからない。今日は北線が元大国鉄の日本製気動車 RHN 型、南線が欧州製古産気動車 ZZ800 での運行だ。ホームには行き先や発車時刻が書かれた縦看板がある。ちなみに、列車に行き先表示器はついていないぜ。アナログな列車案内だね。今回は ZZ800 に乗車し、南線終点のシハヌークビルまで行ってみるぜ。ZZ800、見慣れない外見の形式だね。この気動車はドイツのワゴンファブリクユルディンゲン製。1969年に3両編成日本が製造されたが、気動車として生き残っているのはこの2両のみだ。他の車両は運転席の窓が塞がれ客車化された。自走はできないものの未だに現役のようだ。1969年製ということは、ポルポト政権時代を経験した車両なんだね。どうやらポルポトがこの車両に乗車して地方視察を行ったこともあるらしく、ZZ800 と思われる車内で撮られたポルポトら政権幹部の写真が残っているぜ。当時の最新車両だったわけだから無理もないね。ZZ800 は何度も更新工事が行われている。2020年頃の新塗装への変更に伴い、元々あった前照灯は埋められたが、飛び出したライトは残っているぜ。今にも撮れそうだね。ところで、車両のあちこちにある紅白の模様は何の意味があるのかな？これは 3M 製の反射テープで、夜間の事故防止のために貼られているようだ。ZZ800 はもともと3両編成で現在2両編成に短縮されているが、動力車はプノンペン側の1両だけである。エンジンは巨大で、プノンペン側車両の3分の1程度を占めているぜ。動力集中方式の列車と言っても良さそうだね。ZZ800 は無動力車を牽引しての運行も可能であり、今日の列車は4両編成。荷物車1両と客車1両が ZZ800 の後ろに連結されているぜ。貨客混載の列車なんだね。荷物車はなかなかに年季が入った車両である。乗客のバイクを積み込むことができるぜ。自転車を積める列車なら日本にもあるけど、バイクと一緒に列車に乗れるとは、斬新なサービスだね。同じようなバイクを積み込める列車はベトナムにもある。バイクの普及率が高い東南アジアの国ではバイク列車に一定の需要があり、ライバルの高速バスと差別化できるサービスなので積極的に取り入れているようだ。6時40分になり、隣のホームからバッタンバン行きの列車が出発していった。この車両は RHN。日本製の気動車である、1971年に日立製作所で製造された。元は大国鉄で運行されていたが、2019年に2両編成日本がカンボジアに譲渡されたぜ。いかにも日本製な見た目の車両だね。RHN は現在のカンボジアの主力車両で、使用頻度が高いぜ。シハヌークビル行き列車の発車時刻も近いので車内に入ってみよう。壁が紺色で落ち着いた雰囲気だね。内装は各車両で異なる。先頭車両はボックスシートで、2両目の動力車は転換クロスシートだ。車両中央部に謎の段差があり、プノンペン側の床が一段低くなっているぜ。
不思議な設計だね。3両目の客車は1両目とほぼ同じボックスシート車両だが、天井が青いのが特徴的だ。ちなみに、車内設備による料金の違いはなく、自由席だぜ。よく見ると家庭用のエアコンがついているんだね。そうなんだぜ。ZZ800 はもともと非冷房だが、家庭用エアコンを取り付けることで強引に冷房化された。車内にいくつもの家庭用エアコンが取り付けられた様子は違和感たっぷりだ。家庭用エアコンなら四角い室外機とセットなわずだけど、取り付ける場所はあるのかな？車体の床下をよく見てみよう。茶色に塗装された室外機が吊り下げられているぜ。意外と床下のスペースは余っているんだね。エアコンの本来の使用用途ではないため故障して取り替えられることもあるらしく、何種類かのエアコンが使用されているようだぜ。日本企業製のエアコンも使われているんだね。運転室のドアや号車表示など、車内には所々にフランス語の表記があるぜ。カンボジアの旧宗主国がフランスであることと関係があるのかな？こうした事情もあってか ZZ800 はフランスのアルストム製と紹介されることもあるが、実際はドイツ製のようだぜ。発車までしばらく待っていよう。7時ちょうど、列車は帝国通りにプノンペン、ロイヤル駅を出発した。乗車中の列車はシハヌークビル駅、途中13の駅に停車する。主要駅の到着時刻は、武雄8時40分、ケップ10時20分、カンポット10時40分で、終点のシハヌークビルには12時40分に到着予定だ。シハヌークビルまで5時間以上もかかるんだね。プノンペン駅を出てすぐは線路の分岐が多く踏切もあるためゆっくりと進んでいく。駅を出てしばらくすると左側に車庫が見えてくる。カンボジアロイヤル鉄道の不思議な車両たちを見ることができるぜ。列車はプノンペン市街地を抜け、のどかな田園地帯を進む。雨季のカンボジアは至る所に水面が広がっている。この辺りには放し飼いの牛が数多く生息しており、線路に侵入することがあるようだ。列車は汽笛を鳴らしながらゆっくりと走行し、時折牛との衝突を避けるため急減速する。カンボジアの列車が牛と衝突することは日常茶飯事のようだぜ。牛を避けながらでは帝国で運行するのは難しそうだね。今見えている独特な形の木は扇足だ。種子から砂糖が取れるほか、葉は建材や仏教経典の紙として利用される。アンコールワットの脇にも植えられている、カンボジアの文化と深い関わりのある植物だぜ。平原からヤシの木が伸びている風景は見応えがあるね。8時40分、列車は武雄駅に到着した。武雄温泉みたいな駅名だね。武雄は平和維持活動のため派遣された自衛隊の宿営地があった場所で、日本と縁のある土地だ。この駅では休憩のため10分間停車するぜ。途中休憩ありとは、高速バスみたいだね。武雄駅では水やお菓子を売る売店が営業中だ。ロイヤル鉄道のスタッフが販売しており、売店は鉄道が直接営業しているようだぜ。5時間以上乗車するのに車内販売がなかったから、これはありがたいね。
13時42分、列車は1時間ほど遅れて終点のシハヌークビル駅に到着した。シハヌークビルはカンボジア最大の港湾都市で、中国資本のカジノホテルが乱立する中国人向けリゾート地でもあるぜ。かなり遅れたね。そうだな。カンボジアの鉄道は大幅に遅れることが多いので、利用する際は注意が必要だぜ。シハヌークビル駅を外から見るとこんな感じ。舗装もされていない殺風景な場所だ。駅前には港湾都市らしくコンテナが山積みされているぜ。主要都市の駅前とは思えない光景だね。今回の動画はここまで。カンボジアの鉄道に興味が湧いた人はこちらの動画も見てほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。